1973年6月29日の大阪公演をもって第2期ディープパープルは幕を閉じました。このショーの最後、ギランは自らこれで最後だとファンに告げ感謝の言葉を述べたというエピソードはあまりにも有名です。ディープパープルは新たに歌えるベーシストグレン・ヒューズを迎え、リードシンガーにポール・ロジャースをと動き始めることになるのです。ポールはこの申し出に心動かされて2週間ほど考えたそうですが、結果として多くの尊敬すべき人たちを裏切ることになるからと断ったといいます。この動画では前回に引き続きリッチー・ブラックモアについて取り上げます。73年の後、しばらく日本から遠ざかっていたリッチーは自らのバンドを率い衝撃の来日を果たします。ポール・ロジャースに加入を断られ、バンドはメロディーメーカーに募集広告を出すことにしました。ディープパープルのオフィスにはデモテープが数多く寄せられ、オーディションも何回か行われましたが、やがてデモテープをイアン・ペイスが1本ずつ丹念に聴いていく中で、デイビッド・カバデールという青年が歌っているテープに行き当たります。オーディションは順調に進み、ディープパープルの誰もがデイビッドの声や性格には満足し、選ばれる可能性が高いことをほのめかしてデイビッドを返したのですが、大問題となったのが彼の容姿でした。当時のデイビッドは太りすぎで、メガネをかけ、似合わないひげを生やし、服装も波以下で流行遅れだったと言います。特にリッチーは、このままでは入ることはできない。イアン・ギランのルックスは良かったから、公認のシンガーもルックスの良い人間でなければいけないと主張します。リッチーとすれば求めていたブルージーなディープボイスそのものだけに何とかしたいという思いでいっぱいでした。リッチーが先頭になってデイビッドのルックス向上作戦が進められ、痩せるために医師の診察によってアンフェタミンが投与されました。1973年9月12日、グロスターシャーのクリアウェルキャッスルで第3期ディープパープルとして最初のリハーサルが行われ、辛抱強くダイエットを遂行しているデイビッドは15日に正式採用となり、23日にはプレス関係者をクリアウェルキャッスルに集めて第3期ディープパープルを正式に披露したのです。第3期の曲作りはリッチーとグレン、デイビッドの3人で行われました。デイビッドは、僕はリッチーの家に行ってとても良い曲を一緒に書いた。その時リッチーは彼の哲学について話してくれた。僕が何をするべきで何をしてはいけないかをね。と語ります。バーンに関してリッチーは後のロニー・ジェームズ・ディオが得意中の得意とする中世の魔術的世界を歌詞にすることを要求し、デイビッドは苦心に苦心を重ねてなんとか書き上げたのです。リッチーをハッピーにするために僕はファンタジーを2曲書いた。バーンとストームブリンガーだ。成功した曲だけど僕にはテーマが感じられなかったとデイビッドは言います。バンドに入った時は迷子みたいだったのに、半年もするとエゴの塊になっていたとデイビッド自ら振り返っている通り、彼にとって最初のアルバムバーンのレコーディングの時は従順にリッチーをハッピーにしていたデイビッドも、次のストームブリンガーの時はかなり逆らい、それがリッチーの脱退に結びついたのだろうとデイビッドは分析しているのです。しかしリッチー自身はデイビッドについて悪い感情は持たなかったようです。ストームブリンガーでは非常にファンキーなものもやるようになっていたが、デイビッド・カバデールがやるなら好きだった。私は彼の声が好きだったんだ。男らしい素晴らしい声だ。私とイアン・ペイスが彼を入れたんだよ。ジョンやイアンはグレン・ヒューズも入れたがったが、彼の声は好きじゃない。だがメインのシンガーがデイビッド・カバデールなら問題なかったとリッチーはデイビッドについて語っているのです。最近デイビッドはリッチーとはメールや電話で連絡を取るようになって絆を取り戻したんだ。彼はホワイトスネークの成功を祝福してくれたし、私もロック界の巨人である彼には敬意を持っていると語っています。しかしバーンとミストリーテッドの2曲こそ私があのバンドでぜひプレイしたかった曲だ。しかし次のアルバムの頃にはグレン・ヒューズがスターになり始めていた。ダンス向きのソウルっぽい音楽だ。私はブルースは好きだがソウルは好きじゃない。彼らがロックンロールではなくソウルをプレイしたいのなら私が出ていくしかなかったというリッチーの発言からもグレンとの問題がストームブリンガーから始まっていることがわかります。またリッチーがアルバム
ストームブリンガーを嫌っているのは周知の事実にしても、デイビッドと書いたストームブリンガー、ジクシー、ソルジャー・オブ・フォーチュン等には満足しているといいます。スモーク・オン・ザ・ウォーターのヒットとメイド・イン・ジャパンの大成功の後、メンバー交代を経て出されるアルバムだけに受け入れられるかどうかをバンドは心配していたといいますが、アメリカで74年3月、イギリスでは2月にリリースされた第3期初のアルバム「バーン」は全米チャート最高9位、全英3位と好調であり、内容に対する評価も高いものがありました。デイビッド・カバデールが経験不足であるため、ツアーに関してはヨーロッパの小規模な会場で少しずつ始め、1973年12月から74年1月にかけて北欧ヨーロッパを回り、74年3月から大規模なアメリカツアーが行われたのです。バーンのギターサウンドはいろいろな解説の中で酷評されることが多いです。ただ投稿主には全くそのようには思えないのです。逆にあのようなサウンドはストラト&マーシャルが必須なのはもちろんのこと、マイキングやプリアンプを様々にセッティングしてもなかなか出せるものではありません。リッチーはもともとサウンドには無頓着と言われていますが、このアルバムにマーティン・バーチが関わっていないということも一つの鍵になるのではと勝手に考えております。いずれにしてもリッチーのサウンドはどんな時でも素晴らしいです。デビッド・カバデールとグレン・ヒューズがツインボーカルという、今考えるとすごすぎる構成の第3期1枚目のアルバムは、マシンヘッドやメイドインジャパンと並ぶディープパープル最高傑作の一つだと思います。ライブ版であるメイドインヨーロッパやマーク3ファイナルコンサーツでは、第2期とは明らかに音像の違うディープパープルの凄さが堪能できます。そして第3期初のギグとなった73年12月8日のコペンハーゲンでは、デイビッドが緊張し怯えていたと言いますが、経験のあるグレンがデイビッドをフォローできるところが2人のシンガーを抱える編成の強みでした。全米ツアー中に参加した74年4月6日のカリフォルニアジャムでは20万人以上という大観衆の前でヘッドライナーとして堂々たるパフォーマンスを行っています。結果的に第3期ディープパープルはレコードも売れてライブも成功。ギランド脱退というバンドの危機を逆手に取ったディープパープル快進撃でしたが、しかしアメリカツアーに続いて4月18日から5月末まで行った全英ツアーがまさか第3期唯一のイギリスツアーになるとは誰も予想だにしなかったに違いありません。しかしグレンとデイビッドの自己主張が予想以上に強くなってきたディープパープルの中にもはやリッチーの居場所はなくなりつつあったのです。74年8月、ディープパープルがストームブリンガーのレコーディングを終えた時、リッチー・ブラックモアはバンドに大いなる不満を持っていました。それには様々な要因がありましたが、ディープパープルが自分の思うような音楽をストレートに追求できる場ではなくなったことが大きかったのです。リッチーのクォーターマスのブラックシープ・オブ・ザ・ファミリーをカバーしたいというアイディアが却下されたというのはかなり象徴的な出来事で、彼はディープパープルでできないのならソロレコーディングしようと思うようになったと言われています。その直後、8月末にディープパープルは短いアメリカツアーを行います。ロニー・ジェイムズ・ディオがリードシンガーとして在籍していたエルフはこのツアーで前座を務めたのです。この時初めてリッチーがロニーを認知したのです。ディープパープルは11月から再びアメリカツアーを行いましたが、この時もエルフが前座を務め、その最中リッチーがブラックシープ・オブ・ザ・ファミリーの B 面の曲を明日レコーディングすると宣言。ホテルの部屋で曲のアイディアをロニーに聞かせることになります。ロニーはリッチーからの宿題をきちんとこなして翌日までに16世紀のグリーンスリーブスを完成。リッチーは自分のアイディアを完璧に生かしたロニーの才能に感心し、ロニーとの共同作業の心地よさとごたごたの絶えないディープパープルの状況を比べてディープパープルから脱退したいという思いを強めたといいます。74年いっぱいでディープパープルはアメリカツアーを終了。次の大きなツアーは3月16日からのヨーロッパツアーということで、リッチーはその前にソロアルバムを作ることにしたのです。参加ミュージシャンはギタリストを除くエルフのメンバー全員です。ロニー・ジェイムズ・ディオ、ゲイリー・ドリスコール、ミッキー・リソール、クレイグ・ブルーバーの4人です。インロック以来ずっとディープパープルのエンジニアを務めてきたマーティン・バーチのプロデュースによるレコーディングはミュンヘンの
ミュージックランドスタジオで75年2月20日から3月14日にかけて行われました。マーティン・バーチを起用した時点ですでに心は決まっていたかのように思います。これでリッチーはディープパープル脱退の意思を固め、ロニーにディープパープルをやめることにした。一緒にバンドを組まないかと持ちかけたのです。ロニーはエルフのメンバーのことが気になりましたが、リッチーはドラマーもベーシストもうまいからバンド全体を取ってしまおうと思っていたので、両者の思惑は見事に一致します。これに感づいたジョン・ロードはロニーにリッチーが辞めようとしている。一緒にバンドを組もうと言われても絶対にやらないでくれと頼んだと言います。しかしその希望も虚しく、ツアー終了後リッチーは正式にディープパープルを脱退したのです。アルバム「銀霊の覇者リッチー・ブラックモアズ・レインボー」は8月にリリースされ、それがそのままニューバンドの名前となったのです。リッチー・ブラックモアズ・レインボー名義で新たなスタートラインに立ったリッチー。もともとソロプロジェクトモードで発信したプロジェクトということで、バンドならではの統一性は若干希薄に感じられるものの、ワイルドな質感は何とも新鮮でした。先のブラックシープ・オブ・ザ・ファミリーや16世紀のグリーンスリーブスも収録されているほか、虹をつかもうスティル・アイム・サッドもここで聞くことができます。私はロニーだけが欲しかったのではなく、エルフの連中が気に入っていた。エルフはレコードではとても良い演奏をして、これは最高だ、素晴らしいバンドができたと喜ばせてくれた。だがリハーサルが始まると一人一人の問題点が見えてきたんだ。トリッチーが言うように、この第1期レインボーは優れたアルバムを作り上げながらもツアーの準備を始めると同時に崩壊しています。ロニーは少々辛い思いをしたようですが、彼らにはチャンスが与えられたんだ。彼らがリッチーにとって十分ではなかったのは私のせいではないとコメントしています。首切りリッチーなどと言われるのはまだ先の話です。その後ベースにジミー・ベイン、キーボードにトニー・カレイが加入。さらにオーディションで元ジェフ・ベックグループのコージー・パウエルの参加が決まります。コージーの参加に関してロニーは、リッチーにとってコージーがジェフ・ベックとプレイしていたことは大きな意味を持っていたと思う。コージーの前にはカーマイン・アピスも考慮の対象に入っていた。40人以上のドラマーを試したがいずれもうまくいかなかったと語っています。リッチーは決まってシャッフルをプレイさせるんだ。彼がシャッフルを弾き始め、それに合わせなければいけない。ほとんどのドラマーは20分くらいプレイして最後には倒れてしまい、リッチーが次と叫ぶ。しかしコージーは5分くらいプレイしたところで、おい、いい加減にしろよ、次と言ったから、リッチーは笑い、私が彼で決まりだと思うよと言うと、俺もそう思う、コージーお前にするよと言ったのさとロニーはオーディションの様子を語っています。リッチーはイギリス人を入れたかったんじゃないかなともロニーは指摘していますが、ハードロック史上最も個性的かつ最もパワフルなドラマーの参加でバンドの格は一気に上がったのです。またこれを機にリッチー・ブラックモアズ・レインボーからブラックモアズ・レインボーに改名、バンド色を強く打ち出した体制を整えました。11月から行われる大規模なアメリカンツアーは新生レインボーのウォーミングアップを兼ねたものとなりました。76年2月よりツアーで得たテンションを盛り込むべくレインボーはセカンドアルバムのレコーディングに着手。名盤中の名盤、虹をかける覇者レインボーライジングは同年7月にリリースされました。前作でリッチーやロニーと共にプロデュースを務めたマーティン・バーチですが、このセカンドでは単独で作業を手掛けています。パープル時代からハウスエンジニアとしてリッチーと交流の深いマーティンが前面に出たことで、サウンドはよりバンド的統一感が増し、パワーアップした印象を受けます。お聞きになった方はお分かりと思いますが、オリジナル版ではほぼリッチー、コージー、ロニーの音しか聞こえてきません。ここからが三頭政治の始まりです。オープニングを飾るタロット・ウーマンの躍動感、特にタイトなコージー・パウエルのドラミングは圧巻の一語につきます。イントロのコージーのフィルを聞いて腰を抜かした方は数限りないでしょう。そしてバンドの凄さを遺憾なく発揮するのはアルバム後半です。アナログ版の B 面にわずか2曲しか収めないで大作に挑んだスターゲイザーとアライト・イン・ザ・ブラックは当時としては斬新なアイデアでした。これもリッチー、ロニー、コージーという顔合わせだからこそ生まれた発想だと思います。実際スターゲイザーにおけるリッチーのギターはボトルネックを駆使した創造的な世界を作り出しています。
そこにコージーのツインバス、さらにはロニーのパワフルボイスが絡む様は、これぞレインボーと言いたくなるほどの模範型を貫きます。アライト・イン・ザ・ブラックも含め、卓越したテクニックと見事な曲構成が光ります。一気にアルバムを聴き込むと、当時も今も心地よい疲労感とともに圧倒的なパワーから来る驚きや発見を感じます。アナログであろうがデジタルであろうが良いものは良いという一例だと痛感いたします。アルバム虹をかける覇者を契機にバンドとしてのクリエイティビティをバージョンアップさせた彼らは間もなくレインボーと再度改名し、76年12月伝説となった初来日公演を行うのです。76年のワールドツアー最終日程として組み込まれたのが日本ツアーでした。メンバーは12月1日に来日し、リッチーにとっては73年6月以来の来日となります。75年に第3期ディープパープルの来日が予定されていたのですが、その発表前にリッチーの脱退によってキャンセルとなっていました。そのため日本のファンにとってはまさに待望の再来日となったのです。その興奮と熱狂は初日の公演で現実となります。初日は12月2日東京都体育館でした。オープニングのオーバーザレインボーのサウンドが炸裂したその瞬間、観客の興奮が絶頂を迎えます。そしてキル・ザ・キングのイントロとともに観客がステージに押し寄せてしまいます。会場は大混乱となり、ミストリー・テッドのイントロを弾いていたリッチーが途中で演奏をやめます。そしてしばらくして主催者からメッセージが入ります。あまり押し合うとショーが進行しません。皆様のご協力をお願いいたします。この頃のレインボーのコンサートの状況がありありと伺えます。興奮はエンディングまで冷めやらず、スティル・アイム・サットの途中で挿入されたコージー・パウエルのソロ、大序曲1812年のサウンドが響き渡り、日本の観客は初めてコージー・パウエルの偉大さを知ることとなります。アンコールのDo You Close Your Eyes ではリッチーのギター壊しが炸裂し、初日にして早くもバンドの状態は全開。日本のファンの期待に見事に応えたのでした。このツアーは武道館公演を含み大阪、名古屋で行われ、軒並み大好評を博しました。しかも同ツアー中にライブレコーディングされ、それは後にドイツ公演でのテイクも加え、レインボー・オン・ステージのタイトルでアルバム化されます。特にトラック後、1976年12月16日武道館夜公演での16世紀のグリーンスリーブスは秀逸で、ハードロックの完成形はここにあると投稿主は密かに感じている次第です。パンクブームによる逆風でハードロックが低迷していた時代だったため、名盤レインボーライジングはお世辞にも世界的な大成功を収めるには至りませんでしたが、この時期のレインボーが提示したものはまさしくハードロックの理想形であり、とりわけここ日本ではこの第2期レインボーの楽曲コンサート形態を様式美として崇拝する熱烈なファンを多数生んだと言えます。日本も含めハードロック、ヘビーメタルの様式美を体現しているバンドは他にも数ある中で、レインボーのパフォーマンスのみを特に様式美とみなすのは論理的には不自然ですが、そのことがレインボーの影響力の大きさ、他のバンドとはレベルが数段異なる突出した凄さを物語っていると言えるのです。この時期のレインボーの凄さはレッド・ツェッペリンや70年代前半のディープパープルに匹敵していました。しかしすごかったのはリッチー、ロニー、コージーの3人であって、ツアーを通じて他の2人との格差が問題になったようです。実際に77年2月にミュージックランドスタジオでサードアルバムのリハーサルに入ると同時にジミー・ベインの解雇が決まるのです。今回はこれでお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。